because the library gotta be silent. The community center, it's kind of like a little bit loud place. It's very windy. Okay, we are here today, Nakamachi Terrace. I'm super psyched. Okay, so quick overview of this building. So the original site here, there used to be two different buildings. One is a library and the other one is a community center. The intention of the city of Kodaira was to kind of bringing these two different buildings together into one coherent space. This building actually looks like just one big building, but it's not. On the ground level, it's actually 4 different buildings. So this is one building, this is one building, and over there's another building. It's like this, and you see all different rooms. So that's one room, this is another room, and one more here. And these entrances are facing all directions, so people can come in, enter the building from many different ways. And as you go up the stairs, these 4 different separate spaces come together to be one coherent space. And if you look at this building from far away, this building actually is covered in some kind of like a really funny, fuzzy. This is actually called expanded metal. It softens the light that's coming into the building, so to enhance the interior quality. What do you think about this building, Ryota sensei? I'm not sure because there is no parking in there. So The building is like dead empty. Like, yeah, we got here and like no one's inside and the doors are locked, so it's just too bad. yeah. Alright, that pretty much sums up about the exterior physical aspects of the building. It was unfortunate that we couldn't enter the building, however, we still ran into people who stopped by to return a book or simply to take a look at the building, including tourists. Nakamachi Terrace is not like other intimidating government-owned buildings, but it was built truly for citizens and designed to fit into the local residential context. Overall, it is a very interesting project with some advanced planning strategies to house multiple programs in a single building. だから本当は中に電気がついてると透けて見えるんだよ、中の様子が。だからこれは一つその街に対してランプみたいな役割を果たす建物だと思います。まあ今日は人がいないからちょっとインダストリアルなそのイメージが強い映像とか写真になってしまったけど、まあ、次回は人がいる時に撮りに来よう。ということで、はい。チャオ。早く COVID が収束しますように。そうだね。俺らの動画とかデザインワークも見てね。そうだね。じゃあ終わり。
でも最近になってだよね、こういう風にわざとラフな作りをするようになったっていうので、それはおそらくパブリックなプロジェクトをやるようになったから、そうね、おそらくその美術館とか作ってるわけじゃないからコストうんの問題があるっていうこと、うんそれから対象ユーザーが違う、カスタマーが、使うのはさ市民とかおじいちゃんとかさ子供とかじゃん。そうね、そういう人たちに対してそのソリッドでハードコアなそのシリアスなその建築とは別の何かその価値の作り方、うん場所の作り方だよね。うんエッジはさやっぱこの距離から見るとすごく合ってる。うんでも近づくと甘いっそうね、ていうのはまあちょっとなんていうのかな、トライアルな感じはするね。うん綺麗に作り、実験的な感じね綺麗にも作りたいし、うんでもラフにも作りたいみたいなはいはいはいののせめぎ合いを非常に、つまり見る距離によって建築の印象が変わる、考え方が。そのさっき言ってた権威、建築が権威的であるもの、うん多分そういうものだったんだよ前は。例えば大昔で言うと、まあそういうものだ例えばったね。チャーチとか、そう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 、要は国会議事堂とか国会議事堂とかそういうものだけど、今建築家たちがやってるプロジェクトはもっと市民に近い。そういう意味でこうあんまりこう権威的だとそうそうそうの受け入れられにくいから、その通りだ近隣の人々から、うんだからあえてこうラフにこそうう実験的なものを作ってみて、まあうんより近いものに仕上げようと。そう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 。今は特にその今ちょうど日本は公共施設の建て替えの時期が来てて、うん戦後の復興からちょうど50、60年なんだよね。うんその時に作った建物ってのが建て替えられてるし、70年代とかに作られた建物はこれから建て替えられるしっていう節目を迎えてるんだけど、実際にその時に作った公共施設でかっこいいものたくさんあるんだけど、うんその大きさに対して結局稼働率が低いっていう話があったりとかね。だってつまり図書館は図書館で作りましょう、コンサートホールはコンサートホール作りましょう、うん市役所は市役所を作りましょうって言って、まあ立派ないい建築をたくさん作ってきたんだけど、それぞれで、ぶっちゃけ1個でいいじゃんっていうのがあるし、まずそうね、そう人口が減ってるからうん1個でいいじゃん、集約しましょうっていう話もあるし、その中でじゃあみんながフラットに使える建築っていうのはどういうのかっていう、そのコンプレックスするっていうのはどういうことかとかってことを、まあ、すごく今問われていて、公共施設は基本的に集約する、まずいろんな施設を集約して稼働率を上げるし、ミックスね、常にそこに人がいるようにする。市場がやられてる、そうじゃない時は音楽がやられてる、そうじゃない時は何かギャラリーになってるとか、そうね、常にそこに人がいるような気配を帯びた街のセンターみたいなものを、まあ、作るっていうのが基本的な今の公共施設の作り最近は方。そうだね、うん図書館でも図書館だけっていうのはないもんね。そう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 。少ない。まあ高齢化社会の時におじいちゃんおばあちゃんとかも入れるし、そこに子供も来るといいよねっていう、まあ、ある種そういう多世代のユートピアみたいなね、ものも行政側はやっぱ要望するし、それが市民が必要としてるものだしね、本当に。まあそうだね、うんまあ実際にその今社会の面倒をお互いが見なきゃいけない時代になってきてるから、子供は親の面倒を見なきゃいけないし、おじいちゃんおばあちゃんは孫の面倒を見なきゃいけないとか、いろんなその世代間の協力がやっぱり必要だよねってことが再確認されてて、しかも自分たちの家族だけではなくて、その近隣のコミュニティの中でそういうことをやらなきゃいけないよねっていうトピックも出てきたりとかして、まあこういう場所でじゃあ夕方まで子供の面倒を見るとか、そういうこともありえるとかね。そうね。なんか結構サナーは自分たちの建築言語、今までやってきたことと別のことをやろうとしてるっていうのは、そういうのでも出てる。水平方向の建築が多かった。垂直なことやったりとか、そうだね。ミースみたいな建築が多かったのにラフなことやったりとか。はいはいはい。そういえば確かに。これでもどちらかというと水平からの垂直だよね。そう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 。だからこれはそういうものだと思う。なるほど。なるほどっていうか、まあこれも本当に実験的なのか、そういう言ってみると。彼らの中でかなり実験的だなって思うのがやっぱスケールの甘さだよね。完璧に溶けきれてないそのギリギリのスケール問題があるわけじゃないんだけど、その入り口の幅とかとかもそうだし、結局机とか椅子並べたらこれきついだろみたいなプランになってたりとか。それね、一つ一つの部屋の中でさ、ちょっとこれ無理やるなって俺も思ったわ。そうそれは確かに分けたいのは分かったけど、
文頭として完全に理解した上でやってる。分かっててつまりそこら辺は犠牲にしてやってるっていうか、まあ犠牲と思ってないかもしれない。別にそんなことって思ってるかもしれないし、許容範囲か許容範囲っうんて思ってるだろうし、つまり今までうまくプランを解くみたいなうんまあ建築家の基本的なスキルだけど、それがまずできないとこういう建築もまずできないんだけど、そうだねでもサナはもうそこを超えたことを何かやろうとしてるうんけど、スケールとかいろんなことは実際にはバッティングしてるっていう意味でも非常にトライアルうんだなと思う。そうだね楽しみですねサナの将来もそうだね、まあこれを行政と一緒にやりきったっていうのが結構すごいプロジェクトだと思うけどね。これ自体かなり腕力がないとできないっていうか、うんゴリラにならないとできない建築だと思う。ゴリラパワーですよ皆さんこれからの建築に必要なのはゴリラパワーですよねタフさがいるタフさがね建築家はさ設計者だけどディレクターでもあるから、そうだね全てをこそうそう価値を自分で決めて、これがベストだっていうことを相手に分かってもらうとか、そういう理解してもらえるのは頭の良さだけじゃなくて迫力だったりとか、エグジステンスってプレゼンスだから、う、まあそういう腕力を身につけていかないといけないっていうのは発言力とかも結構必要だよね多分大事ですよ。いかにこう影響力を与えるか目下私も課題です。そうですねまあこれからね行きましょうか。はいはい、じゃあ以上です。はいラーメン食べに行きましょう。えい。 Alright, that's it for today. That was the review of Nakamachi Terrace by Sana. Cool. Thanks for watching, and I will see you in the next video. Bye!